こんにちは。今回は椿類の剪定第3弾といたしまして、切り戻し剪定ですけれども、開花前のつぼみをなるべく残しながら木を小さくするという剪定についてお話しします。刈り込みばさみで刈り込んでしまいますと、相当数のつぼみを落としてしまうことになりますけれども、切り戻し剪定をしてつぼみを確認しながら枝詰めを行えば、ある程度のつぼみを残すことができます。切り戻し剪定では輪郭より奥で枝を抜きますので、意図しなくても枝を透かしていくという効果があります。全部のつぼみのうちの半分ぐらいを落としている感じだと思います。想定した輪郭よりも外に出ているつぼみは落とすことになります。ついているつぼみを全部咲かせて、その後に剪定しようとしていますと、椿の場合は花が終わってから次の花芽が分化するまでの時間がすごく短いので、剪定時期を逸してしまう場合があります。最終的な輪郭を意識しながら作業を進めます。あまり輪郭を揃えることばかりに集中してしまうと、自然樹形としての趣を失ってしまいます。多少の凸凹があっても木が自分で修正してくれますし、趣を優先するならあまり気にしないことです。きれいに丸くしたいのなら、刈り込みばさみで刈り込んでしまえば良いことです。少し早送りいたしましょう。木の頭部分は特に樹勢が強いので、うまく切らないとすぐに樹形が乱れてしまいます。側面を剪定するときよりも慎重に枝を選んで、脇枝に樹勢を逃がします。切り戻した後の枝先はなるべく切り詰めをしない方が枝先が密にならずに済みます。椿は陰樹、つまり日陰に向いている木ですので、逆にあまり日にさらされるのを好みません。強く剪定したり、あまり透かされたりすると、直射日光が幹肌に当たって
幹焼けを起こすことがありますので、剪定のしすぎには気をつけましょう。眺めてみて、まだ出ている部分があれば修正します。剪定の完了です。所要時間は約20分でした。花芽をある程度残しながら木を小さくする切り戻し剪定をご覧いただきました。1ヶ月半後、同じ木を見に行きましたら、花が少し咲き始めていました。ご視聴ありがとうございました。